露天風呂なんていう人もいるけれども、非常に言えて妙だと思いますね。カープライブでは毎週、気になる車、注目の車を試乗して紹介しています。ぜひぜひチャンネル登録ボタン、通知ボタン、あとできれば高評価、ぜひよろしくお願いします。だから結構ずっとですね、多少寒い日でもシートヒーターとかこういう足元のヒーターをガンガン効かせてるとですね、非常に気持ちよくオープンで走り続けることができますね。いやー、それにしても今日はね、本当に、もう最高のオープン日和ですね。もう空はですね、抜けるように青いし、風はちょっと冷たいけども、この、ね、屋根を開けていて、心地いい天気。逆に真夏だとやっぱ直射日光とかね、いろいろ、きつい場合もあるんで、このね、春と秋のもうこういう晴れ渡った日っていうのはまさに。さて、ロードスターね、試乗していますが、本当いつ乗ってもすごく気持ちいいというか、そうね、本当にパワー、トルク、全てがやっぱりこう人の感覚に寄り添っているというか、ちょうどいいと、そういうことなんだと思います。なんかことさらにね、すごい、パワーがあるとか、そういうことではないんですけども、やっぱり車って人間が動かすものですから、やっぱりその運転してる人にとってやっぱりこう気持ちいいね、その、パワーなりトルクというものがあると思うし、それをどういうプロセスで引き出していけるか、そして自分の感覚に近いところでそのうまい具合にその車の性能がこう引き出せるかというのが、やはりスポーツドライビングにとっては大事なところだと思うので、マツダは昔からそれを人馬一体という言葉で初代以来表現していますが、つまりね、人がこうその昔、馬に乗って走らせていた時のように、乗り手とその馬がね、今の時代ではこの車ロードスターということを指すんですが、その人と馬とのそのあうんというかね、それが大事と、それが一体になったその感覚のことを人馬一体と。これはね、もう本当にマツダの開発の方にもかなりお話を伺いましたが、まさにその人馬一体というのはもう初代の開発の時からね、その合言葉、スローガンのように掲げられて、マツダのこのロードスター開発の中で、とても大事にされている、コンセプトということで、まさにこの車はね、それを究極的に感じさせてくれますね。このね、運転席から、見た風景ですごくいい、そして今の車になかなかないと思うものが、このボンネットのね、見え方なんですよね。やっぱり最近の車ってこのスカットルと言いますけどね、このダッシュボードの上のライン、これも結構高いですし、そのボンネットもこう短い車が多いんで、結構ドライバーシートからこうボンネットのラインが見えない車っていうのが多いんですが、見えないとね、非常にちょっと車両感覚をつかみにくいんですよね。ただこのロードスターは、ボンネットがしっかり見えることに加えて、この両方の左右のミネとでも言おうか、この、ヘッドライトからね、こうつながっているラインがこう膨らみを持ってですね、このドライバーからね見えるんですね。これによってその車両の車幅の感覚が、すごいつかみやすいですし、いわゆるこの車のコンセプトは人馬一体、やっぱり自分とこの車が一つになったようなその感覚を非常につかみやすい。この風景何かに似てるなと思ったら、ポルシェ911ですね。911も本当に初代以来こうね、伝統的に丸いヘッドランプを採用して、そのヘッドランプからのこう膨らみが
こうボンネットの左右にこう起伏を持たせているわけですが、このね ND の室内から眺めるこのボンネットのなんか膨らみというのは、どこかやっぱりこうポルシェ911を思わせるものがあるなと思いますね。そして、ここの作り方もすごい上手ですね。そのボンネットの膨らみからこう室内に何ていうのかな、ボディがつながってるような、これはねデザインなんですね。つまりこのドアのこのサイドトリムの上側がこのこれは、プラスチックや樹脂ですけど、ボディと同色に塗られていることで、このボンネットが連続的にこう車室内にも通っているような、そういうイメージですね。視覚的に見てもやっぱこうつながりを感じさせますね。そのあたりのなんか作り方もすごく、繊細というか、もうなんかロードスターをこう構成されているパーツ要素全てなんか考え抜かれていないものがないというか、全てのことになんか意味があるってね、そういうことを思わせてくれる車ですね。エンジンパワーは、ですね、最高出力が132馬力、これを7000回転で発揮します。そしてトルクは 15.5 ニュートンメーター、これを4500回転で発揮しますが、実はこの数値はね、この ND 型が出た時の数値よりもパワートルクとも若干だけパワーで言うと1馬力ほどね向上しているんですが、実際のその1馬力という数字以上に、これはね ND のもう出たばかりの、車を所有してた、オーナーに聞いたんですが、やっぱり一番最近の ND とね一番出たばっかりの ND を比べると、やっぱそのパワーとトルクのが増している感じというのはね、はっきり体感できるそうですね。実際僕はちょっと今そのねND の最初期モデルとバックトゥバックで乗り換えているわけじゃないんで、その差というのははっきりは分からないわけですが、このね、その元オーナーによればその差がはっきり感じられるということでしたし、それを、差し引いたとしてもですね、パワー感はそうですね、十分といえば十分だし、出方がいいですね。このねアクセルを踏み込んでいった時に、なんていうのかな、その足のアクセルの踏み込み量に対してこのパワーとトルクの積み上げがリニアなんですよね。リニア、非常に、ナチュラルと言い換えてもいいかもしれませんが、極端に言うと足踏み式のね、子供の頃みんなというかペダルカーって乗ったことがある人いると思うんですけど、ああいう感じですよ。ペダルをグッと踏み込んだ時に車体がこうグッと前に出てくれる、その感じがすごくですね、体感的にナチュラルに伝わってきてですね、やっぱり気持ちがいいんですよ。踏み込んだら踏み込んだ分だけ車体が前に出る。一方で言うとブレーキもいいです。ブレーキもそれと逆で、ブレーキをペダルを踏み込んだ時のその減速感っていうのが、すごくニュートラルなんで、アクセルは踏んだら踏んだべこう車体が前に出る。そして一方でブレーキを踏むとその踏んだ分だけ、減速してくれると、この感触がね、とても心地いいですね。実際この ND をね、僕もサーキットでも走らせていますが、そういうサーキットレベルのいわゆる全開走行でも、そのね心地よさとか人間の感覚に近いところは非常に生きていて、サーキット走行なんかでいうと非常に不安がないです。なんかやっぱあまりにも大パワーな車に乗ってると速いは速いんですけど、もう自分で操ってるというよりは、こうね車に乗せられてるという感じで限界がねやっぱ分かんないわけですね。自分
の限界を超えてなってしまうのか分かんない、そういう不安というかドキドキを抱えながらやっぱりサーキット走行するわけですが、やっぱりロードスターというのはやっぱ前回にしてもなんかやっぱり自分でコントロールしているという感が強いので、そのどうにかなっちゃうんじゃないかっていう不安な感じっていうのはないんですね。だからその絶対的なタイム云々というより、そのスポーツドライビングを楽しむという意味で非常に充実感があるし楽しい。そしてその運転の充実感というのはね、決してサーキットだけで味わえるものじゃなくて、こうやって一般道を今例えば40キロから50キロぐらいで流していてもやっぱ気持ちがいいんですよね。そして今はちょっとねこの録音のために屋根を閉めてますけど、これで屋根を開け放てばもうなおさらもう低速でも気持ちがいい。そして何といってもね、このマニュアルトランスミッションのストロークですよね。今4速、例えば4速から、3速にシフトダウン、そして4速、5速、6速、また5、4、3、こういう風にですね、今別にスピード自体は一定のね50キロで走ってるんですけど、よく昔からこういうスポーツカーのドライビングインプレッションでありました、不要なシフトアップダウンを繰り返してしまうみたいなね、よくわかります。なんかこのコクッとねシフトを入れた感触がね気持ちよくて、ついなんかシフトを上げたり下げたりしたくなるんですが、これこそもう本当にマニュアル車のねだけに許された特権ですし、今や希少な、もちろんあれですよ、走るだけなら今 F1 だってパドルなんですから、パドルシフトが速いんですけど、そういうことじゃなくて、この運転する車との本当対話ですよね。これを楽しむという意味では、このマニュアルシフトっていうのは本当にいいもんだなというふうに思いますね。で結構エンジンをね5000回転ぐらい回すとなかなかね気持ちいい排気音が室内にね入っていきます。決して静かな車ではありません。オープンカーですから、当然とも言いますけどもね、非常に外のある種のノイズというのはですね車内に入ってきますし、例えばオーディオのサウンドを楽しむにしても、静かな車室内で音楽を楽しむ、そういうこととは違いますが、やっぱりこの排気音がね一つこの車のエンターテインメントなんですよね。そして例えばそうですね、シフトダウンシフトダウンした時のエンジン音ヒルアンドツーが決まった時の、これがね本当に気持ちがいいわけです。思わずやっぱね運転を、練習しようかな、運転上達したいなって、やっぱそういう気に、させてくれる車ですし、それもロードスターのね本当にいいところですよね。